アクチュエーターの動作を Python スクリプトで制御する方法について説明します。本動画はアクチュエーターでワークを搬送するために必要な設定の続きから設定します。アクチュエーターでワークを搬送するために必要な設定が完了しているファイル、アクチュエーター3_after.vcmx が必要です。本動画では、X 軸方向の可動部であるリンク_1と Z 軸方向の可動部であるリンク_2を Python スクリプトで制御します。Python スクリプトを追加し、アクチュエーターを動作させるプログラムを記述します。リンク_1を動作させるための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンク_1を選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。エディターが自動的に開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、comp =getComponent と記述します。servo =comp.findBehavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアを参照することができます。括弧内にサーボコントローラーと記述し、名前を指定します。シグナルを参照するため、pos =comp.findBehavior positionと記述します。同様に、ビヘイビアのポジション B を参照します。変数名は pos_b です。x1a =comp.getProperty と記述することで、コンポーネントのプロパティを参照することができます。括弧内に x1 と記述し、名前を指定します。同様に、プロパティの x2 を参照します。変数名は x2a です。def 音欄と記述することで、シミュレーション開始時にプログラムを実行することができます。アクチュエーターの初期状態とプロパティの初期値を設定します。シミュレーション開始と同時にリンク_1をテーブル A の位置まで移動します。servo.moveJoint と記述することで、サーボコントローラーで制御しているノードを指定した位置に移動することができます。括弧内に0,157と記述し、サーボコントローラーのノードリストの0番目であるリンク_1を157の位置に移動します。PLC と連携し、アクチュエーターの動作を制御する場合、アクチュエーターの状態を判別する必要があります。コンポーネントグラフウィンドウの X1、X2 は、アクチュエーターのリンク_1の状態を示します。X1 が True の時、リンク_1がテーブル A の位置にある状態です。X2 が True の時、リンク_1がテーブル B の位置にある状態です。シミュレーション開始時、リンク_1はテーブル A の位置にあるため、X1A を True、X2A を False に設定します。while true と記述し、以下のプログラムをループさせます。トリガーコンディション、ラムダ、ゲットトリガー、=pos A、or、ゲットトリガー、=pos B と記述することで、pos A か pos B のオンオフが切り替わるまで、以下のプログラムを実行せず、待機することができます。pos A が true の場合、リンク_1をテーブル A の位置に移動します。x2a.value =false と記述し、リンク_1がテーブル B の位置にあることを示す X2 をオフにします。リンク_1をテーブル A の位置に移動するため、servo.moveJoint 0,157と記述します。x1a.value =true と記述し、リンク_1がテーブル A の位置に移動完了したことを示します。pos B が true の場合、リンク_1をテーブル B の位置に移動します。x1a.value =false と記述し、リンク_1がテーブル A の位置にあることを示す X1 をオフにします。
リンクアンダーライン1をテーブル B の位置に移動するため、サーボドットムーブジョイント 0,957 と記述します。x2a.value イコール true と記述し、リンクアンダーライン1がテーブル B の位置に移動完了したことを示します。コンパイルをクリックします。先ほど Python スクリプトに記述したトリガーコンディションでポジション A とポジション B をトリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウのポジション A を選択します。プロパティウィンドウの接続をクリックし、Python スクリプトを選択します。同様に、ポジション B と Python スクリプトを接続します。リンクアンダーライン2を動作させるための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン2を選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトアンダーライン2のプログラム内容は Python スクリプトと類似しているため、Python スクリプトのプログラムをすべて選択し、コピーします。Python スクリプトアンダーライン2のプログラムをすべて選択し、貼り付けます。Python スクリプトアンダーライン2を編集します。4行目で参照しているサーボコントローラーの名前をサーボコントローラーアンダーライン2に変更します。5行目の変数名をアップに参照しているシグナルの名前をアップに変更します。6行目の変数名をダウンに参照しているシグナルの名前をダウンに変更します。7行目の変数名を x3a に参照しているプロパティの名前を x3 に変更します。8行目の変数名を x4a に参照しているプロパティの名前を x4 に変更します。アクチュエーターの初期状態とプロパティの初期値を設定します。リンクアンダーラインにはシミュレーション開始と同時に移動させないため、11行目のサーボドットムーブジョイント 0,157 を削除します。x3、x4 の値はアクチュエーターのリンクアンダーライン2の状態を示します。x3 が true の時、リンクアンダーライン2が0の位置にある状態です。x4 が true の時、リンクアンダーライン2がワーク A の高さの位置にある状態です。シミュレーション開始時、リンクアンダーライン2はワーク A の高さにないため、x3a を true、x4a を false に設定します。トリガーコンディションでトリガーとして使用するシグナルをアップとダウンに変更します。アップが true の場合、リンクアンダーライン2を0の位置に移動します。x4a を false に設定することで、リンクアンダーライン2がワーク A の高さにないことを示します。サーボドットムーブジョイント 0,0 に変更し、リンクアンダーライン2を0の位置に移動します。x3a を true に設定することで、リンクアンダーライン2が0の位置に移動完了したことを示します。ダウンが true の場合、リンクアンダーライン2をワーク A の高さに移動します。x3a を false に設定することで、リンクアンダーライン2が0の位置にないことを示します。サーボドットムーブジョイント 0,225 に変更し、リンクアンダーライン2を225の位置に移動します。x4a を true に設定することで、リンクアンダーライン2がワーク A の高さに移動完了したことを示します。コンパイルをクリックします。Python スクリプトアンダーライン2に記述したトリガーコンディションでアップとダウンをトリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウでアップを選択します。プロパティウィンドウの接続で Python スクリプトアンダーライン2を選択します。同様にダウンと Python スクリプトアンダーライン2を接続します。リンクアンダーライン1とリンクアンダーライン2の動作を確認するため、シミュレーションを実行します。シミュレーション開始と同時に、リンクアンダーライン1が
テーブル A の位置まで移動したことがわかります。接続グループのシグナルをクリックし、アクチュエーターを選択することで、シグナルエディターを表示することができます。ポジション B をクリックしてオンにします。リンクアンダーライン1がテーブル B の位置に移動したことがわかります。ポジション B をオフにして、ポジション A をオンにします。リンクアンダーライン1はテーブル A の位置に戻ります。ダウンをクリックしてオンにします。リンクアンダーライン2がワーク A の高さまで移動したことがわかります。ダウンをオフにしてアップをオンにします。リンクアンダーライン2は元の高さに戻ります。アクチュエーターのリンクアンダーライン1とリンクアンダーライン2の動作を Python スクリプトで制御する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。